錬金住職三木大雲です。本日も怪談説法を始めさせていただきます。今回はですね、まずは輪廻転生のお話からさせていただこうと思うんですけれども、輪廻転生と言いますのはお経の中にどのように書かれているかって言いますと、もうご存知の方も多くおられると思いますけれども、一番下が地獄ですね。地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上界。いわゆる天上界というのは天国というふうに言われてますけれども、その6つ、これが六道輪廻ですね。で、これを私たちはぐるぐる、生まれ変わって、死に変わりしていろいろな世界に行くわけです。で、このぐるぐる回るんですけれども、時間がいろいろ世界によって違ったりですね、細かいことを言い出すと、輪廻転生の説明っていうのは非常に難しいんですけれども、仮に私たちが天国と呼ばれるところ行ったとしますね。もういいことをたくさん積んで、ようやく人間よりもさらに上の世界、天界に仮に行ったとしてもですね、この天界でもしまた悪いことをすれば、人間界、あるいは修羅界、もしかすると地獄に落ちるということも往々にしてあるんですね。だから天国まで行ったからもうこれで安心ということは実はないんです。じゃあ人間の魂っていうのはもうずっとぐるぐる回り続けるのかというと、実はそうではないんですね。これよりも上の世界があります。これも人類大会議見ていただいた方はもう知ってると、思われるかもしれませんけど、改めてもう一度説明させていただきますと、この天上界より上の世界、天国の一つ上の世界が、声聞、縁覚、菩薩、仏界という4つの世界があるんですね。声聞、縁覚、菩薩、仏という。で、この4つの世界の声聞界にでも入れればですね、もう輪廻転生しなくていいですよという世界なんです。声聞、いわゆる声を聞いて悟りを得る。縁覚、縁によって悟りを得る。で、菩薩っていうのはもう人のためにいろいろと、尽くされる方。そして、ブッダのおられる、如来のおられる世界。もう悟りの世界ですね。ここまで行きますとですね、もう輪廻転生しなくていいので、ぐるぐる、生まれ変わり死に変わりしなくていいんです。しなくていいんですけれども、時としてですね、この四正道の菩薩様なんかは特にそうなんですけど、お経を読みますと、よくこの人間界に姿を現される時があるんですね。で、この姿を現される時っていうのはどういう時で、一体私たち地球人、凡人とですね、地球人って言ってしまうとなんか宇宙人みたいですけども、一般の人とその菩薩様の生まれ変わり、あえて人間の姿をしてこの世に現れた方たち、この方たちの区別がつくと一番いいなと思うんですけれども、なかなかこれ区別がつかないんですよね。例えばなんですけれども、観世音菩薩様。この方は33神って言って、もういろんな33変化ですよね。変化の形をしてですね、いろいろな形で現れるわけです。ですから、例えばある時はお坊さん、高貴なお坊さんの姿で現れられたり、あるいはですね、お笑い芸人の姿で現れられたり、あるいはもっと違う姿で現れたりっていうことがいろいろあるんですね。で、私も実はこの YouTube させていただいてますと、たまにコラボでですね、なんかちょっと面白いことをしてますと、お坊さんのくせにそういうことやるなとかって言われるんですけれども、実はですね、どの動画も、必ずそこに何か悟りが得られるようなヒントが隠されているように、私は出させていただいてまして、ですので、ちょっと33詞なんておこがましいですけれども、私は私なりにですね、いろいろな人たちにお説法を届くようにと、面白いのが好きな方には、あまり怪談が怖いって不得意な方も大勢おられますので、お笑いを交えながらですね、お説法するということも、させていただいているわけですね。で、そんな中ですね、間違いなくこれは菩薩様だと発見した方がおられるんです。で、この発見した人の、実は出来事が書物になって、この世に現在も残っております。その書物からちょっと今回は、怪談説法といいますか、不思議なお話としてお聞きいただけたらと思うんですけれども、この話はですね、もう昔々と言ってももう大昔です。中国がまだ唐の時代の頃の中国の話なんですけれども、この中国にですね、呂九院と言われる方がおられまして、下上そうですけども、呂さんという
方がおられまして、この呂さんっていうのはですね、若干書物によってこの方の立場が若干違うものの、どの書物にも書いてあるのは、中国にある太州というところの、守母という役職をされてた方だそうです。で、この守母っていうのは何かって言いますと、現代でいうところの、わかりやすく言うと、県知事さんみたいな、私京都なんで府知事さんとか、そういった、知事的なお仕事ですね。で、もともとこの、呂さんはですね、長安におられまして、長安ではっきり言うと、いい役職におられたんですけれども、若干左遷気味なところもあって、この太州という少し田舎の方なんですけど、そこの守護、いわゆる知事に、任命されるわけです。で、落ち込んでいかれたのかなと思いきや、実はそうでもなくってですね、おそらくこれが元で長安の仕事があまりできなかったのかなと思うんですけども、実はこの呂久院さんという方はですね、頭痛持ちなんです。もう激烈な頭痛持ちで、実は私もそうなんですけども、頭痛がありますとですね、今現代で言うと、薬がありますからすぐに頭痛薬が効くようになりましたけれども、当時ない時代ですから、もう特効薬がないので、いろんなことされるんですね。で、当時は、書物によりますと、ここにも、この方の話の中にも出てくるんですけど、紅を、舐めるっていうのが一つの、頭痛封じになってまして、これは実は、お守りとか、頭痛封じの、薬丸みたいなのがあるんですけれども、そういった、いろんな治療をこの呂さんはするわけですね。ところが一向に良くならないんです。で、針治療をしてみたりいろんなことをされるんですけど、ダメだなと思ってた矢先ですね、お使いの方がですね、だから突然今ちょっと守母に会いにですね、呂さんに会いにですね、とあるお坊さんが訪ねてこられましたみたいな。どんなお坊さんですかと聞きますとですね、このお坊さん、もうボロボロでそんなに大した、偉い感じの方ではない。きらびやかな衣をつけた、そんな感じの方ではなくって、旅人のようなお坊さんが、突然来られました。で、この呂さんはですね、信仰深い一面もありましたので、そうかそうか、じゃあ、お通ししなさい。何があったか聞いてみようということで、お坊さんと会われるんですね。そうしますと、このお坊さんがですね、名前を武漢さんというお名前なんですけれども、この武漢さんが、もしかすると呂さんは頭痛に悩まれてませんか？そう聞いてこられたんですね。で、実はそうなんです。よくお分かりですね。これから実は太州というところに仕事の関係で引っ越すんですけれども、もう頭が痛くて、今も引っ越しがなかなか進んでいないんですと言いますと、この武漢さんが、じゃあもしよければ私がその頭痛を治して死んでましょう。そうおっしゃるんですね。で、本当ですかね？どんな方法でですかっていうと、まじないですというふうに言われまして。で、まじないで頭痛が治るなんてことがあるんですか？じゃあ、ちょっと、冷たい水を持ってきてください。この水についてはまたいつか私人類大会議でいろいろと、お話ししたいと思うんですけれども、この水、おそらく私は特殊な水だというふうに思うんですけれども、とある水を、冷えた水を持ってきてください。ということで、水を渡しますとですね、この武漢さんが一口口に含んで、バッと呂さんに吹きかけたそうなんです。で、それで驚いた呂さんが、何をするんだと思ったら、その瞬間、頭痛今してますかって聞かれたら、すっかり治ってたそうなんです。で、治ってますって言うと、よかったですね。じゃあそれで安心してですね、太州の方へ、行ってお仕事に励んでくださいと、お坊さんがおっしゃった。で、呂さんはそこでですね、もうどうしてもこのお坊様にお礼がしたいと何度も頼むんですけど、もうお礼なんかいりませんと言って出て行かれそうになる。で、いや、ちょっと待ってください。じゃあ一つだけ教えてください。どこのお寺出身ですか？そう聞かれますと、天台というところにあるですね、国清寺というお寺の出身だ。そう聞かれるんですね。で、そうですか。いや、実は私、太州にこのまま引っ越しますので、天台もそう遠くはありませんので、天台というのは場所の名前なんですけれども、この天台のところに行ってですね、国清寺にじゃあ実は、訪ねてみますというふうに言われましたら、武漢さんが、じゃあそうしてください。で、時にですね、この国清寺に行きますとね、他に誰か会った方がいいような、会ってためになるような方はおられませんかということを呂さんが聞くわけです。そうしますとですね、そうですね。じゃあぜひ、二人を紹介しましょうか。
一人がですね、寒山という方。この人と会った方がいい。そしてもう一人が十徳という人。この人とも会った方がいい。で、そうですか。この二人はどういった方なんですか言いますと、文殊菩薩と普賢菩薩の生まれ変わり。要するに、菩薩界からこの人間界に、来られて、いろいろされてる方だというふうなことをりょさんは聞くわけですね。文殊菩薩、普賢菩薩、文殊普賢、もう並び合ってですね、仏様の脇座を、飾られる方ですから、これはぜひ会ってみたいとこのりょさん思うわけですね。そして大衆の方に早速引っ越しをされまして、すぐにですね、天台に向かって、国聖寺をお参りしようということで出発されるわけです。そしてずっと行きますとですね、いわゆる長安よりは田舎なんですけれども、もう守護っていう役職の方が来られるっていうので、結構街中ざわつくぐらい、道中ですね、この旅さんが通りますとみんながへへーとなんか頭を下げられる。で、そこを、ありがたいなと思いながら、旅さんずっと進まれるわけです。そして国聖寺に着きまして、早速ですね、一番最初このお寺の方にこう聞かれるんですね。この国聖寺には武官という方はおられましたか？そう聞きますと、武官様おられましたよ。もう修行僧が何十人いるんですけれども、その修行僧ももうざわついてるわけですよね。守護が来たっていうので。で、ざわつく中、武官さんはおられますか？そう聞くと、おられました。おられましたけれども、もう今はおられないんですよ。ちょっと旅に出ると言って、そのまま帰ってこない。そうでしたか。私実はあったんですよ。みたいな話がありですね。この武官さんという方は、どんな方なんですか？お聞きしますと、あの方はですね、最初私たち一緒に修行してて、もう普通の修行仲間だと思ってた。で、洗い物が好きだったり、掃除が好きだったり、いわゆるですね、どちらかというと、修行僧のお米をこう、どんどんつくのが好きで、ご飯作りばっかりしてました。だから修行らしい修行してたようには最初思えなかったそうなんですね。ところがもう台所仕事ばっかりずっとしている中、ある日突然ですね、外へ行って帰ってきた時に、なんと虎に乗って帰ってきたそうなんです。で、みんながもう驚いて、怖いなと思ってる時に、虎の上に乗りながらですね、いろんな歌を吟じながら、自分の部屋に戻っていかれた。で、そんなことがあって、あの方はただ者ではないと、ここになって気づくんですよね。で、気づいたお坊様方が、武官様。もうこれは大切に扱わなくちゃいけないと思ったら、その次の日からですね、武官さんを旅に出るって言って、どうも気に入らなかったのが、出て行ってしまわれたというのが、この武官様だというふうに聞かれるわけです。で、そうでしたか。その後何か変わったことはありますかというと、武官さんの使っておられた、部屋があるんですけども、それがちょっと修行されてる部屋より少し離れたところで、経眼が入った蔵の裏っていうふうに書物にはなってるんですけれども、そこにですね、毎夜虎がやってきて、悲しそうにこう、遠吠えをしているという。だから虎が来るのでみんな近寄らないというふうな、部屋になってるんですと説明を受けるんですけれども、この旅さんはですね、ぜひとも武官さんが言ってた、寒山と十徳という人と会いたいですから、寒山十徳も訪ねたいし、武官さんの使っておられた部屋も見たいしということで、まずは武官さんの使っておられた部屋を見せてください。そう言うと、じゃあ、どうぞどうぞと行きますと、何にもない伽藍堂で、ただそこでですね、風がわっと吹いた時にゾクッとしたそうなんです。もうそれしか書いてないので詳しいことはわからないんですけれども、なんとなくそれでゾクッとしたので部屋から出てこられたんですね。で、そして部屋から出てですね、お寺の方にもう一度こう尋ねられます。このお寺に、寒山さんという方おられますか？寒山ならいますよ。そうですか。十徳さんという方もおられますか？十徳もたまに来ますよ、みたいな感じなんですね。文殊菩薩、普賢菩薩の生まれ変わりの方なんですけども。そして、じゃあ、寒山さんと十徳さんに会わせてくださいと。そう言いますと、わかりました。じゃあ、守護様こちらへどうぞというふうにして招かれて、案内された先というのが、台所の、ちょうどかまどですね。ご飯を炊くところで、バチバチと、ちょうど秋口だったんですけど、日に当たっている二人がいるんです。その様相というともうボロボロでですね、服もボロボロで、髪もなんかざんばらで髭も伸ばしっぱなしだって書いてあるんですけれども、そこでですね、日に当たってた。そのお二人を見て、思わずですね、この守護という役職の旅さんも大変偉い方が、へへーと、
土下座をするようにその二人に、拝まれたそうなんです。そうしますと、周りのお坊さんが、うわ、やめてください。そんな、何をされてるんですか。こんな者たちはですね、普段は何をやってるか、煮炊きだけやって、その残った、例えば大根の端っことかですね、いわゆる残飯のようなものをですね、十徳はたまに取りに来てるだけの人で、関山なんかももう雑用係ですから、そんな、拝まれるような相手じゃないですって言って思わず止められるんですけれども、この二人さっと立ち上がってですね、旅さんの方を向いてですね、こう言うんですね。あ、そうか。武官からいろいろ聞いたなって言ってね、笑いながらはははと言って、その場を去っていったというふうに、書かれています。果たしてですね、このお二人がどういった方なのかは、その場ではそのまま終わってしまうので、本当に文殊普賢だったかはわからないんですけれども、なんとなくですね、この武官さんから聞いたっていうふうな、お話も含めると、私はですね、間違いなく文殊普賢の、菩薩様がですね、この世に来られてたんだろうな、そしてお坊さんの、修行の様子をご覧になってたんだろうなというふうに思うんですね。それだけで、なかなか現代でですね、見分け方ができるかというと難しいですけれども、この関山さんと十徳さん合わせて、関山十徳というふうに言うんですけれども、この関山十徳っていうのは絵になられてますね。法器を持った特徴のある絵なんですけれども、もう書物によるとずっと掃除だけをしていたっていうふうに書かれる書物もありましたね。もうこれはいろんな書物があるんですけれども、日本で言いますと、芥川龍之介さんなんかも書かれてますし、芥川龍之介さん、ちょっとこの後お話ししますけれども、実は芥川龍之介さんの書かれてる関山十徳と言いますのは、芥川龍之介さんが直接見られたというふうに、書いておられるんです。この少しお話をさせていただこうと思うんですけれども、芥川龍之介さんがですね、夏目漱石さんのところに、ちょっと仲が良かったんですね。で、行ってはですね、難しい話で、論語とかでですね、いろいろ戦わせるんですね。どっちが正しいなんて言って、される方で、非常にこの芥川龍之介さんはどちらかというと、霊的な話とか、不思議なお話っていうよりも、ちゃんとですね、起承転結のある話で、あまりそういった不思議な話っていうことを信じておられなかった時の話だと私は思うんですけど、後はわかりませんけれども、この方がですね、夏目漱石さんの家に行っていろいろ話をした後、ご自宅に帰られるんですけれども、この帰られる時に東京の飯田橋というところで電車乗り換えられるんですね。で、飯田橋で電車を乗り換えた、その中での話なんですけれども、電車に乗ってますとですね、急にちょっと窓の外にですね、妙な男二人が歩いている姿が目に留まったそうなんです。で、なんとなく目に留まった。で、電車がちょうどガチャンと止まったようで、ずっとその二人を見てますとですね、この二人というのがもうボロボロの服を、着て、そしてざん切りの、髪型で髭も伸ばし放題で、ほうきを持って、一人は巻物を持ってた。そういうふうに書かれてるんですけれども、その二人と会われるんですね。で、その二人を見た瞬間、この芥川龍之介さん、この二人どっかでお会いしたような気がするな。誰だったかな、電車の中でずっと考えられるんです。で、誰だったかなと思って考えてると、たまたま隣にいた、これ道具屋さんというふうに書かれてるんですけれども、この隣にいた道具屋さんがですね、その二人を見て、関山十徳があんなところにいる。そんな風に言われたそうなんです。で、思わずですね、横を見て、本当ですか？関山十徳さんですか？そういう風に聞きましたら、関山十徳さんです。もう本当に日常茶飯事のように答えられたという風に書かれてるんですけども。で、もう当たり前かのごとく、あれはもう関山十徳さんですよ。そう聞いて、思わず芥川龍之介さんは、いや、でも関山十徳さんなんてもう大昔の方ですから今はおられないんじゃないですか。もうお亡くなりになってるんじゃないですか。そう聞きますとですね、いや、そんなことないですよ。この間商工会議所の外でも二人と会って、文殊菩薩と普賢菩薩なんで、そう寿命がなくなるなんてことないですよ。本当に日常生活のようにそう言われたそうなんですね。で、そしてですね、そういえば武官さんご存知ですかみたいなね。
武漢さんもたまに銀座通り歩いてますよとかって、普通に現代にいますよっていう話をこの道具屋さんがされた。で、それを聞いてですね、なんかちょっと不思議な感覚にとらわれながらも、持っていた本をまた読み始めて、電車が出発し始めた。で、読んでいた本に普段は集中できるんですけれども、これがなかなか集中できなくなって思わずですね、寒山十徳だと言われた人をパッと見ますと、まだ先の方をですね、ほうきと巻物を持った二人が笑いながらずっと、去っていくのが電車の中から見えたというふうになってます。そして最後のくぐりにですね、この出来事を夏目漱石さんに、手紙を書こうということで、書き始めるんですけれども、書いているうちに、あれが単なる馬鹿げた、嘘ではなくって、本当の出来事のように思えてきましたというくくりになって、この話は終わるんですけれども、実はですね、もうちょっとごめんなさいね、長くなってしまったあれなんですが、私も実はですね、この話を知る以前に、若い頃ですけれども、京都の街を歩いてますとですね、腰布だけをした、背の高い男性がですね、腰布じゃないな、なんて言うんですかね、あれ、藁のような、いわゆる、なんか、どっかの民族の服のような藁を着た人がですね、街中歩いてるんです。で、思わず私ですね、菩薩様と思って、で、ちょうどその時期は私がまだ弟子を抱えてましたので、弟子にですね、二人で追いかけて菩薩様に、合唱しに行こうって思わず言ったら、もう弟子が驚きまして、この師匠、ちょっと頭がどうにかなったんじゃないですか。あれはどう見ても家のない方ですよ。もう、路上生活者だっていうふうに言うんですけど、いやいや、それが尊いんだって言って私が追いかけたんです。そうしますとね、道をちょうど曲がられたとこだったんで、すぐ追いつけると思って、二人で走っていって、角をパッと曲がりますと、一本道なんですけれども、もうそこに姿がなかったんです。だから、もうちょっとで私は文殊あるいは普賢菩薩様とですね、お話ができたのにな、未だに悔やまれるんです。で、未だに悔やまれるんですけれども、これよくよく考えますと、私これタックーさんとのコラボでも少しお話しして、賛否両論いただいてはいるんですけれども、本当に私幼い頃から今大人になってもですね、たまに小さなですね、妖精のようなものを見るんです。もうこれも頭がおかしいと言われるとも言い訳はないんですけれども、本当に小さな妖精みたいなのを見てですね、私が子供の頃に、鈴を鳴らしたり、歌を歌ったりすると嬉しそうに踊ってくれる。そして踊ってくれる最中に私が願い事を言うと、小さなお願い事ですけどね、ミニカーが欲しいとか、ちょっとラジコンが欲しいとかって言うと、踊りながらミノってわかりますかね？江戸時代の雨具ですけれども、それをつけたような格好をした妖精が踊りながらですね、なんか嬉しそうにして消えていくんです。で、消えますと、不思議なことにうちの父親がですね、ミニカー買ってきたよとか、親戚のおじさんがラジコン買ってきたよなんて言って、お願いすると、なんとなく小さいことは、叶うんですね。そして私も一度ですね、じゃあ世界制覇お願いしますって子供ながらにお願いすると、一切踊らずに帰っていくという。だから自分の力を超えると、なんかそういうことはできないのかなと思うんですけれども、子供の頃によくそういうのを見てまして。で、それがですね、大人になった今でも、この蓮久寺立て直す前にもですね、実は、ちょろっと見ておりまして。で、見ると必ず私は鈴を鳴らしたり、歌を歌ったり、いろんなことをするんです。そうしますと私に気づいて、なんか一緒に踊ってくれるんですよね。で、そうなると、その時に少しこういうお願い、もう、私利私欲になりすぎるとダメなんですけども、こういうことお願いしてもいいですか言うと、妖精のようなものが、これならいいなと思うと、たくさん踊ってふっと消えていく。そうすると、私の願いが届いたなと思いますし、私が完全に私利私欲でですね、なんかお願いすると、なんかちょっと踊りを途中でやめて消えていくので、今のはちょっと私が欲深すぎたな、なんてことを思いながらよくお会いする、ちょっと妖精のようなものがいて、で、いつも鈴を鳴らすとこっちを向いてくださるので、鈴を持って歩いてるんですね、普段。
ところが、鈴を持って歩いてますと、カバンとかにつけてますと、もう絶えず、リン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 なってですね、あまり周りの方にもご迷惑がかかったり、特に静かな、映画館なんか、図書館なんか行きますとですね、絶えずリン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 なっちゃいますので、なかなか持って歩くのが難しいなと思ってたんですけれども、私はそこでですね、実は、ちょっとなんか宣伝みたいになって申し訳ないんですけど、ここ鈴なんですね。ちょっと取りますと。こういう鈴の音が鳴るのを、もう私ずいぶん前に作っていただきまして、ここにはお題目南無妙法蓮華経と蓮久寺という名前が、ここに入ってて、もう私のしてるやつはもう、汗とかなんとかでこの文字も消えちゃうぐらいになってしまってますけれども、この鈴を、腕輪数珠として持ってたらですね、いつどこに行ってもチリチリ、鳴らすことができるし、私の目に留まらない神様も喜んでくださるんではないかな。特になんか、お願いをするためとかそういう欲深さは一切ないんですけれども、喜んでくださったらいいなと思って、作ってはめてたんですけれども、そうしますとですね、結構いろんな方からですね、この数珠が欲しいと言われて、で、もう、特注で一つだけ無理言って図書さんに作っていただいたんで、この鈴がまた難しいそうなんですね。だからちょっとごめんなさい。またいつかっていう話をしてたんですけれども、いろいろなお問い合わせが、いただいたので、寿司屋さんにお願いして、大量に作れますかとお願いをしたところですね、ちょっと何個かは作っていただきましたので、これまた EC サイトの方でも出させていただこうというふうに思ってるんですけれども、こちらが女性用の小さい方なんです。これはこれでまたね、ちょっと鈴の音が低いんですけども、あまり人の邪魔にならないような音になってるかなと思うんですけど、小さい方と大きい方、二つありまして、どちらも特に、何ということはないんですけれども、一応ですね、南無妙法蓮華経という、お経もちゃんと、掘って下のところに入ってますし、こちらにはたまには入ってないんですけれども、下にちゃんと入ってます。こちら上にも下にももし消えても大丈夫なように、ちゃんと入っております。一応、すべてご祈祷ももちろん私がさせていただいたり、お寺の方でちゃんと、ご祈祷受けた数珠ですのでご安心いただければと思いますけれども、ご希望の方はまた手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います。そしてですね、これなんとなくこれ私の勝手な思い込みかもしれませんけれども、お祭りありますね。町のお祭り、日本のお祭り。すべてですね、なぜかカン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 と鳴らしたりですね、みんなで歌を歌ったり、お囃子をしたり、で、挙句の果てには、みこしを担いだり、いろんなことしますけれども、私思うんですよ。もしかすると私のような人が過去にいてですね、鈴を鳴らすと神様やってきてくれる。楽しそうにしているところに一緒に踊ってたら一緒に踊ってくださる。で、踊ってくださると、こちらの願いを叶えてくださるというふうに、なんか言った人がですね、いて、そしてやがて大きな祭りとなっていったんではないかな。だから全国各地、もしかすると世界中でもそうですけれども、世界中でですね、お祭りといえば結構賑やかなものが多い。もう中国なんか行きますと爆竹を鳴らしたり、されますけれども、ああいったうわーっと大きな音を出したりするのが、もしかするとお好きな神様が多くてですね、日本ではやはり、神道の世界でもそうですけど、よく鈴を鳴らしたりされますが、なんか鈴の音がお好きではないかなというふうに思いますね。ですので、これをつけて、自分の願いがというよりは、神様方に喜んでいただきたいなという思いで、こちら作らせていただきましたので、もし良ければ、ショップの方を覗いていただければというふうに思います。相対的に何が言いたいかと申しますと、菩薩界からこの世に来ている人間のようですけれども、実は人間ではないという菩薩様のような方がこの世にたくさん実は降りてこられているということを意識してですね、自分もその菩薩様になろうというぐらいの思いで、日々生活していただければ嬉しいなというふうに思います。そしてですね、ちょっと言い忘れてたんですけれども、この観山、十徳の観山さん、いわゆる文殊菩薩様ですね。この方が実は面白いことにですね、岩とか、あるいはお住まいであった場所の近くの家の壁とかにですね、詩をお書きになってるんです。で、この詩が非常に
素晴らしくって、漢語ですから非常に、一般の方読まれると難しいんですけれども、ちょっとこれをわかりやすく、どんなことを書き記して、いなくなられたかというようなこともありますので、これ、寒山詩と呼ばれる詩なんですけれども、これをですね、またちょっと人類大会議の方で、ご紹介いつかできたらなというふうに思ってますので、ぜひこの寒山十徳に興味を持たれた皆さんはですね、そちらの方もまた、覗いていただければ嬉しいなというふうに思います。ということで、本日も怪談説法、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。